こんにちは、小太郎です。当イのゲーム部屋は当イさんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。今回はアンケートで一番票が多かったあれ、ルシファー HL の初中級者向け解説だよ。学べりが追加されて救援の雰囲気も変わったよね。良くも悪くもね。このマルチは終末武器をボトツするには避けて通れないから、自発も救援も参加できるようになってほしいね。今後もグラブルの初中級者向け解説を見てくれる人はぜひ高評価で動画制作のモチベをください。それでは本編スタート。早速結論まとめからいくよ。このマルチはキャラが戦闘不能にならないことが自発でも救援でもとても大事です。後で詳しく説明するんだけど、参戦者全員の合計で18キャラが戦闘不能になると強制的に全滅させられるからね。2024年2月の調整前までは6キャラでした。そこから比較するとかなり緩和されたね。固有レベルの都合でディスペルがかなり必要です。5戦場で活躍するような高頻度ディスペルキャラがいないとそれだけで難易度が一気に上がるので、その点は妥協しないでキャラ編成をしてほしいですね。今回は土属性でサンプル編成を作ってあるから、自分でキャラ選びをする時の参考にしてね。耐久面の話ですが HP はどんなに少なくても5万以上は欲しいです。途中で無属性全体3万ダメージがあるから、そこで全滅しないようにしたくて5万が最低ラインかなって思うよ。 HP5 万と防御 100% があれば実質 HP は10万相当になるので、回復さえできれば攻略可能ラインだと思います。回復は敵の特殊技に反応する便利なやつがいいね。弱体回復系もあればなおよし。初中級者におすすめのジョブはパラディンです。特にフルオートは手動よりも難易度が数段高いので、パラディン以外のジョブで攻略するとなると課金武器や季節限定キャラなど編成に必要な要素が高級になります。無課金でもできるけどハードルが高くなるってのがグラブルの基本設計だから、少なくともガチャはフェスで転生する前提でいてほしいかな。話を戻しますが、耐久力や大ダメージを耐えられる優位が必要なマルチなので、この点が厳しい場合は天波の祈りの使用を検討してください。今回の解説を見た上でも早々に全滅するようなら、終末武器ボトツに必要な音調は天波の祈り使っても手に入るから、もっと強くなるまでは天波の祈りを活用しよう。本来は救援の参加者がしっかり削ってくれれば自発者が全滅してもクリアできるマルチなのですが、新しい学べり獲得のため救援で入ってきたのに全く戦闘してくれない人もいます。あと自分よりもさらに準備不足の人が入ってきたりね。そのためできるだけ自発者が全滅せず討伐まで動き続けられる編成がとても重要です。火力も耐久も欲しいから、今回使う終末武器はボトツにしてあるよ。1本はサイドストーリーでもらえるから、その属性を軸に編成を強くしていこう。キャラ編成上の注意ですが、同じ種族のキャラはできるだけ編成しないようにしてください。全員バラバラの種族が理想だね。これは敵 HP25% 値の特殊技で、同種族キャラが編成にいると後ろのキャラは強制的に戦闘不能になるためです。サブ編成でも戦闘不能にしてくるからね。そしてこのマルチのフルオートは可能ですが条件があります。注釈付きだよ。敵の固有レベルと CT ゲージを毎ターン下げたいので、ディスペルとスローを毎ターン打てるとより安全です。超越ルシフェルはフレンドから借りるだけでも可能ですが、これ以外にも HP と弱体を回復できる手段を手厚く用意してください。武器編成で言うと天使武器は入れなくていいんだけど、オメガウェポンはあるなら入れたい。トリアのままでもいいから、得意武器が一致してるなら入れた方がいいね。課金武器はなくても攻略可能ですが、代替手段として極星機は入れてください。さらにマグナ3の耐久力を底上げできる武器はかなり有効なので、課金武器がない場合はマグナ3武器をしっかり用意してください。課金武器で言うと防御が上がるレゾネーター系の武器が欲しいね。メイン召喚石はマグナ石のレベル220で問題ありません。ベリアル持ってる人で HP が心もとない人はベリアルを編成から抜いちゃうのも選択肢になるかな。敵が無属性のためアーカルム石はなくても問題ないですが、10賢者を編成に入れたいケースもあるため、アーカルムの転生外伝で砂箱周回をサボらないようにしましょう。結論まとめとしてはこんなとこだね。とにかくディスペルとスローと耐久力。ここからは編成例を丁寧に見ながら攻略に必要な要素を確認していきましょう。今回用意したサンプル編成は古戦場も終わったばっかだから土属性だよ。一応空のフルオートでギリギリ討伐できたって感じだから、救援の人がしっかり殴ってくれたらなんとかなりそうだね。当イさんのランクが361になっているため、主人公の火力が上がっていたり、主人公 LB で味方全体 HP 上昇もあるため、あくまでこの編成くらいが最低ラインの目安になると考えてください。 HP と防御は多少削ってもいけそうだったけどね。それでは武器編成から見ていきましょう。まず今回一番重要な武器はメイン装備のラストシャフレワルだよ。撃滅戦で獲得する六道武器ですね。奥義効果が一番重要で、
火ダメージを水属性に変換する効果を4ターン味方全体に付与できるよ。無属性ボスの攻撃属性はランダムだったりわざと弱点属性になることがあります。このため無属性の高難易度では火ダメージを有利属性に変換できると耐久力が飛躍的に伸びます。最終上電解放した皆無が裏から表に出てくるとこれの上位互換効果を全員に付与するんだけどね。ルシファーはランダム属性の多段攻撃が多いのでこれを完封できるだけで成功率が高くなります。だからこの武器の代替手段はないよ。いや皆無採集が終わってるならそれでいいよ。とにかくこの武器が一番安くて便利なので土で行くなら必須武器です。他の武器で必須級なのは極正機かな。課金武器を1本も入れないで編成を考えた時防御を盛る手段が極端に少ないんだよね。過去の動画で解説したように防御は HP の実質的な劣悪乗算なのである程度は高くしたいですね。基礎火力も HP も防御も稼げる武器だから課金武器がないならこれは必須。マブナ編成には必ず入れてほしいね。極正規の武器種はキャラに合わせられるならそれがいいですが無理に合わせなくても欲しい部分は確保できるのでとにかく1本必ず入れてください。極正規は初心者でも古戦場にしっかり参加したなら1本は4凸を作れてるはずだから1本もない人はガチャ武器で編成を強化してね。オメガウェポンは今年の周年イベントで配布されたので持っている人がかなり多いはずです。もし持ってない場合だけど火力と HP がかなり伸びる武器ならそれでもいいよ。作りやすい武器で言うのであれば六道武器のこと新最高点の名言あたりが最低ラインですね。それに変えて攻略できるかは保証できないけどね。続いてマグナ編成ではおなじみのバハムートダガーですが通常後陣と HP が盛れる武器なら他の武器でも問題ありません。タイオブザハングドマンとかね。他の武器は全てマグナ武器ですが水色のことはアーカルムの砂箱でドロップするトゥリビューナル・リラミーレスという高難易度攻略向けの武器です。この武器は第1スキルが真意で HP がかなり盛れるのと編成にある楽器の本数 ×4% の防御が盛れるからかなり重要武器ではあるね。皆無採集までには何本かドロップすると思うよ。他の武器で代替するとなると防御が 16% 低下するため成功率が下がるポイントになります。キャラの方で防御を盛れるならそれでもいいからね。ただディスペルが頻繁に飛んでくるからディスペルで消されない防御アップが必要だよ。マグナ3武器はマグナブーストの世界樹の証券アルボス防御力と回復上限上昇の世界樹の打弦アルボス。この2本は入れてほしいね。マグナで高難易度行くならマグナブーストと耐久力関係は重要だからサボらずにマグナ3を周回しよう。終末武器は微上限上昇と渾身にしてあります。この渾身が抜けると基礎火力が一気に下がるからルシ HL に行くなら終末武器は5凸が必須だね。難しければ天波の祈りを活用しましょう。あとは HP が上がる武器2本って感じで自然と楽器4本になったからトゥリビューナル・リラミーレスっていうミーレスコとの防御は 16% になるわけだね。ここまでの解説でわかるようにアーカルムの砂箱で強化できる要素は課金武器にも匹敵する価値の高いものが多いため中賢者の最終を目指していれば自然とマグナ編成が強化されるようになっています。古戦場に150ヘルでもミーレスコと3本使ったね。無課金で確実に強くなるからアーカルム外伝はしっかり周回しようね。それでは続いて武器スキルの一覧を確認しておきましょう。一応いろいろ書いておいたけどとにかく耐久力が欲しいってことだね。フレンド召喚石は超越ルシフェルにしています。まず大前提として武器スキルはキャラクターの基礎ステータスに対して被災の倍率で能力を上乗せするものだから LB を育ててなかったり指輪をつけてなかったりすると同じ武器スキルの高価値だったとしてもステータスは大きく変わるからね。武器や召喚石の基礎ステータスも最終ステータスに関係するため武器のレベルはもちろんのことステータスの高い召喚石を装備したりレポンボーナスやサモンボーナスもできる限りつけましょう。その基礎ステータスが武器スキルと乗算されるわけだからね。耐久系の武器スキル以外で重要なものですが渾身や M 渾身は基礎火力の要と言えます。今回の武器編成で言うとオメガウェポンが渾身だから剣得意のキャラだけにこの武器スキルが乗るね。 M 渾身は終末武器の第3スキルだね。他のマグナ武器で M 渾身を盛る方法もあるけど武器枠一つで真意と渾身とアビダメ上伝上昇が盛れるから節約した武器枠に耐久系武器を入れられることも考えるとやっぱり終末武器は5凸が欲しいかな。課金武器がたくさんあるなら4凸でもいけると思うので課金武器を揃えるか終末武器5凸を用意するか自分により合っている方法で武器編成してください。基礎火力で言うとマグナ編成は M がついてない後陣通常後陣が足りなくなるからそれを補うのがバハムートダガーだね。課金武器が多ければバハ探検の出番も減るのでいわゆる神石編成に近づくほどバハ探検の出番は減っていきます。まあバハ探検は便利だから絶対作っておいてね。そして格上のマルチに行く時に優先度が下がる武器スキルですが各種上限上昇系スキルは今回の編成でルシ HL に挑戦する上ではあまり重要ではありません。なんでかっていうと
上限上昇ってのはダメージ上限に届いた時に火力を底上げするスキルなんだけど、今回の編成は基礎火力が低めだから上限に届かなかったり、前半ワルシファーの被ダメージ上限が低く制限されるから負けないようにするだけならなくてもいいスキルだね。今回はよだめ上昇系スキルが一切入っていないのですが、それも負けないようにする編成では優先度が低いためです。あと対有利よダメだけど、無属性マルチでは基本的に意味がないスキルだね。今回の編成ではオメガウェポンを入れていますが、これは第1スキルの効果が大きいためです。その意味で言うとオメガウェポン4凸でもある程度強いから、素材があるなら試しに4凸作ってみるのもいいかもね。あくまで得意武器が編成キャラに噛み合う場合限定ですね。最後の EX スキルだけど、今回編成した武器ではメイン装備の六道武器とユグツエとオールドペルセウス、この3本の合計が記載されてるよ。過去の動画でも解説しましたが、これもアーカルムの砂箱周回がかなり重要になるので、課金武器を使わない人ほど砂箱周回を優先した方がいいですね。課金武器が揃ってるなら10賢者がより重要になるから、やっぱり砂箱周回をするんだよね。それでは武器編成の話をこのくらいにして、召喚石を軽く確認してキャラ編成を見ていきましょう。召喚石は武器より単純で、メインはマグナ石の5凸以上、できれば超越レベルに120を使ってほしいかな。レベルに130以上でメインカゴが強化されるのですが、上昇幅の小ささと時の流差が釣り合わないので、超越ルシフェルを作る時に必要な15個や、新世界の礎武器5凸に必要な3個、ウロゴロスミニステルの取得に必要な1個など、他の要素のために温存するのがおすすめです。超越ルシが一番満足度高いかな。基本的にどこ行っても使えるし。サブ編成の召喚石はステータスの高いものを入れてください。もし持ってたら入れてほしい召喚石を書いておいたから、自分の手持ちと相談して編成してね。今回の編成で言うと、マンモスが HP15% アップ効果ですね。さらに総空のくさびでマグナカゴ 20% を上乗せしています。この辺りは持ってたらってことで。アーカルム石のザハンブドマンですが、無属性相手にはよだめアップ効果がないため、ステータスの高い石として編成しています。土ならザタワーの HP アップ効果の方がいいかもね。でも皆無採集の方が優先度高いから、 SR 状態でも持ってれば入れるくらいの気持ちで。それでは召喚石はこのくらいにして、キャラ編成について見ていきましょう。ここでは実際に救援ありで自発フルオートした様子を出しておくよ。まずはややから見ていきます。奥義にリスペルを持っているため、単なる回復担当では収まらない活躍が期待できます。回復担当としては、敵が特殊技を使うとニアビが自動発動するね。ニアビは全体 HP 回復と弱体1つ回復、自分の回復力と回復上限アップ効果があります。ルシフェルの特殊技は一撃が重いから、即座に回復してくれるのはかなり助かるよ。3アビで主人公に対して即座に奥義発動可能と奥義再発動効果を付与できるため、1ターン目から6道武器の奥義効果を使うことができます。古戦場でも使った人いると思うんだけど、使うとわかる頼もしさがあるね。剣得意なので極性剣やオメガ剣の効果が乗るのもいいですね。種族はドラフだね。回復やディスペルが足りていれば他のキャラでもいいですが、負けない編成というコンセプトで言うとかなり重要なキャラです。続いてはこちら。アレーキャは火力担当兼ディスペル担当です。シェロカルテの特別訓練で誰でも無料入手が可能になりました。アレーキアはグラブルで初めてゲットした SSR キャラだったんだけど、昔から強かったよ。当時さんは2014年5月開始の最初期ユーザーだったよね。当時は SSR のサラちゃんが超強くてね。そんな最初期から貴空士を支えるおじいちゃんは今でも現役バリバリの強キャラだね。とにかくアビリティの使用頻度が高く、奥義使用後は2回発動になるため、ディスペルも2回発動します。4アビの火力もすごく高いから、古戦場で毎回使ってる人も多いんじゃないかな。今回は負けない編成に寄せてるから、火力が足りない問題を引き受けてもらってるよ。他の火力担当と変えてもいいですが、誰でも持っているキャラとしては破格の強さなので、土属性なら入れ得だと思います。得意武器は剣と刀、種族はヒューマンだね。ヤーヤーと同じく極性剣とオメガ剣の効果が乗るため、火力と耐久ともに高くなっています。ちなみに主人公の種族はヒューマンじゃないから、種族かぶりにならないよ。フロントメンバーの最後はこちら。やっぱりサチュロスになるんだよね。土属性でフルオートしたいなら彼女がいないと始まらない。そのくらい前提キャラだね。1アビ効果中は通常攻撃を行わないですが、自身に火ダメ 80% カットを付与しながら敵対心も大幅上昇するため、敵の多段攻撃をかなり引き受けてくれます。累積する全員の奥義性能アップは消去されないから、ディスペルのオイル CHL でも安心だね。今回は主人公に奥義を打たせたいから、毎ターン奥義ゲージを 15%
20% 配ってくれるのもありがたい。雅の HP 回復と弱体2ターン短縮は自身が非ターゲット時と味方奥義発動時に付与されるトゥインクルを消費して対象が全体になります。これが敵の特殊技に反応して自動発動だから、ややちゃんと似たようなことをしてるね。3アビの攻防累積ダウンは通常の攻防ダウンが無効になるルシファーにも通るため、貴重なデバフ要因でもあります。これにディスペルがついてて、マイターントゥインクルを2消費して自動発動する古戦場でも人気のキャラだね。サチュロスは土の必須級キャラのため、ここを他のキャラに変える選択肢はほぼないと思ってください。ややちゃんと役割が似てるけど、フルオートの安定感はサチュロスの方が頭一つ抜けて優秀だね。種族は聖少獣、剣と楽器得意です。全員剣得意で美しい編成だね。フロントメンバーの3人のうち、ヤヤに関しては耐久力が足りれば他のキャラに変えてもいいですね。スローを持ってるキャラがいれば安定感も増すから、アルルメイヤに変えてもいいかもね。今回はサブに編成していて表に出ることはありませんでしたが、土属性で高難易度に行く際は最終回無と一緒に採用されて、敵の攻撃を水属性変換した上で水属性ダメージ 70% カットをすることで圧倒的な耐久力を確保できるとても有名な組み合わせがあります。今回は主人公が奥義で水属性変換配れるから、最終回無を使わなくてもアルルメイヤの強いところを活かせるよ。奥義を打てれば1アビで水属性攻撃ダウンなどの弱体を入れつつ、4アビで味方に大量の強化効果を配れるなど、かゆいところに手が届く耐久サポーターです。回復関係は一切ないから、ややちゃんが抜けても安定するならアルルメイヤって感じかな。またアルルメイヤはクラシック入りしているため、今から新たに加入させるのは少々難しいですね。ガチャだけ引いてた人が本腰入れてブラブルを遊び始めた時に手持ちにいるキャラって感じかな。種族はハービンで得意武器は杖です。オメガ剣の第一スキルが乗らないけど、それでもなんとかなるくらい強いキャラだね。そして最後のキャラは土属性なら表か裏に皆無が入らない方が珍しいからね。おなじみの強化効果ですが、マグナ編成では防御力 50% がかなり嬉しいですね。最終上限解放してればよだめ上昇2万も追加されるけど、コトル CHL に関して言えば必須感はないから安心してね。今回の編成における注意点としては、アレーティアと種族かぶりが起きている点ですね。アレーティアを他の種族のキャラに変えればいいんだけど、入手性と火力の点から今回は諦めたよ。そのためルシフェルの HP25% 時の特殊技ゴフェラークで強制的に戦闘不能になってしまい、それ以降は皆無による強化効果はなくなります。まあ 25% まで来たらあと少しだからなんとかなるよ。皆無に関しては替えが利かないため、土のマグナ編成においては現状必須と考えてください。今回紹介してるキャラ以外を編成しても大丈夫なんだけど、大事なことはマイターンディスペルを打てて頻繁に飛んでくる特殊技後に HP を回復する手段、この2つはキャラ編成で用意した方がいいね。主人公ではディスペルや回復が間に合わないので、ここはキャラパワーが欲しい点です。今回の編成で言うとサチュロスがここを担当してくれてるから、他の2人は多少余裕があるんだよね。サチュロスは味方の奥義頻度がポイントになるので、その意味でヤヤは相性が良く、奥義頻度が高いと火力が向上するアレーティアとも相性がいいわけです。できれば用意してほしい要素は弱体回復手段だね。回復ができなくなる強圧が付与されると特殊技後の立て直しが難しくなるため、弱体回復や弱体ターン短縮が用意できると安定感が増します。今回の編成では用意できなかったけど、高頻度のスローもあるといいね。後で敵のギミックも解説するけど、ルシフェルと羽の CT が同時にマックスになるとかなり危険だから、それを回避できるスローも安定攻略にはおすすめだね。耐久力向上要素ですが、サチュロスの敵対心アップや皆無の逆位置効果のことですね。それでもまだ全然足りてないから、主人公をパラディンにしてるんだけどね。キャラ側でここを手厚くできれば主人公のジョブ選びがかなり自由になるよ。そしてルシファーはディスペルを頻繁に打ってくるので、消去負荷の強化効果は価値が高いですね。ディスペルガードを用意してもいいけど間に合わないと思うから、武器とかキャラのサポアビで耐久力をある程度確保したいね。防御力アップやダメージカットは頻繁に使えたり、特殊技を受けるタイミングで付与できれば一番いいですね。それじゃあ続いて主人公について見ていこうか。今回採用したジョブはパラディンですが、他のジョブでももちろん攻略は可能です。ただしそれは強くなったらって話だね。今回のサンプル編成は課金武器とかリミテッドキャラを一切使わないようにしたから、火力も耐久もかなり足りてないんだよね。それでも耐久だけは無課金でもなんとかしてくれる、そんなジョブがパラディンなんだよね。サポアビ効果で自身の火ダメを最大1万に固定するため、全体カバーで強力な特殊技を一人で担当することもできます。そして1アビがかなり豪華で、使用間隔は5ターン、味方全体に火ダメージの有利属性ダメージ変換、有利属性火ダメの 80% カットを付与できるよ。有利属性変換は土の六道武器でも付与しますが、
他の属性でも1ターンですが属性変換を使えるためかなり耐久力が増すポイントです。ダメージカットも超高倍率だから壊滅級の特殊技をかなり抑え込めるね。そしてセイクリッドプロテクションの効果で火ダメを1万減少させるためサポアビ効果と全体カバーも合わせると超強力な特殊技も火ダメゼロに抑えることが可能です。無属性ダメージはその限りじゃないけどね。フルオートでもかなり強力な耐久薬になります。手動の方が強いんだけどマール CHL くらいならフルオートで済ませたいよね。そしてルシファーには攻防ダウンが入らないのでミゼラブルミストは採用しないようにしてください。グラビティでスローがない部分を補ってるんだけどあってもなくても大して変わらないね。パラディンは盾の所持数でステータスアップがあるのですが負けないことだけで言えば関係ないので盾が集まっていない段階でも問題ありません。後盾を装備できるんだけどこれも何でもいいよ。盾くらいじゃ何も変わらないからね。パラディンを卒業したい人は強い武器と強いキャラを集めてより強い編成を作れるようになりましょう。それじゃあここまではルシ HL に挑戦する事前準備の話だったけどこのマルチの重要なリミックとか自発と救援の違いなんかも見ていこうか。まずは開幕直後の話だね。このマルチは開幕時に全体へ無属性3万ダメージがあります。このため HP は5万程度用意しておきたいです。フルオートを始める前に回復した方がいいからスタンプかチャットを何でもいいから飛ばしてオールポーションで回復しておこう。回復が済んでから救援を出すとスムーズですね。最初の3ターンは召喚が使えなくなるからフレンドの超越ルシフェルで回復はできないね。そして開幕から黒き羽の HP50% まではルシフェルの火ダメが低く固定化されるため救援の人も含めて火力が制限されます。羽を先に倒したら火力は出せるんだけど羽の HP が 70% になると本体に終末のカウントダウンが付与されて以降に参戦者合計で18キャラが戦闘不能になると強制終了になるジエンドが飛んでくるよ。これはいわゆるのラマルチでは少し警戒が必要で準備が不十分な人が3人救援にいて全滅するとそれだけで全員は討伐失敗になり報酬はありません。これが嫌だから負けない編成を用意したってわけだね。この週末のカウントダウンはあまり早い段階でついてほしくないかな。意識的に狙わなくとも自然と羽の HP は削れるため難しいことは考えず本体だけを殴り続けましょう。もしうまくいかなくて週末のカウントダウンがかなり減って自分がやられたらジエンドが飛んできそうだと思ったらフルオートを解除して他の人に任せるのがいいね。強い人が1人から2人動いてくれていれば討伐可能なマルチなので無理にカウントを進めないのも大事ですね。これがフルオートはできるけど注釈付きって言った理由だね。まあ今は18カウントもあるからジエンド飛んでくることは珍しいと思うけど週末武器ごとつに必要なマルチだから自分以外の初心者さんも救援に入ってくることは意識しておこう。開幕から HP50% までは CT ゲージ1のためかなり頻繁に強力な技が飛んできます。細かく特殊技の解説はしないけど耐久力を準備できてればなんとかなるはずだから回復はしっかりしておきたいね。特殊技ごとに HP と弱体を回復できるのが理想なのでヤイヤやサティロス超越ルシフェルはかなり有効です。そして特殊技ごとに確人レベルってのが上がるんだけどこれを下げないと勝てなくなるくらい強くなるからディスペルを打ってしっかり下げよう。各人レベルの4以上で攻撃が弱点属性になるため属性変換がついていないと通常攻撃すら致命傷になります。そして5になると全属性のダメージカットを無視するためパラディンの強力な耐久力もあっさり突破されます。さらにアキシオンアポカリプスっていう特殊技に効果が増えたりするから3よりも高くならないようにディスペルをガンガン打とう。基本的には毎ターンディスペルを打てると安全です。サキュロスは最適だしアレーケアの2連ディスペルもいいしアヤちゃんの扇ディスペルもいい。ここまで手厚くなくてもいいけどね。続いてルシファーの特殊技パラダイスロストですが同じ名前でもタイミングで効果が異なります。特にダメージカット貫通がついてるやつはやばいね。序盤から気をつけたいのはオーバードライブ中に本体と羽の CT が同時にマックスの時ダメ化貫通のパラダイスロストが飛んできます。これの対策でスローを用意したいんだよね。でも HP35% で羽が残ってる時も飛んでくるからできればパラディンが全体カバーで受けてほしいかな。手動なら確実に処理できますがフルオートではこれができないので事故が起きるとすればダメ化貫通のパラダイスロストでしょう。一応有利属性変換がついてればマシだと思うけどダメージを減らすためにも武器で防御を持っておきたいね。HP75% で羽が残っていると無心論を使ってきますが現在は火力がかなり高い環境なのでこれを丁寧に処理する必要はないです。これの対策で羽から倒すとかやってる間に本体殴った方が早いからね。続
続いて HP50% から 25% の動きです。50% では12の試練は付与されますが、いわゆるのラマルチではこれを丁寧に解除することはできません。でも耐久力がしっかり確保できてれば無視できるからフルオートでも問題ないって感じだね。特に土属性は主人公の奥義で属性変換が簡単に配れるので、初心者でもフルオートしやすいと言えます。ただ毎ターン弱体効果を付与してくるんだけど、強圧がつくと回復できなくなって、アンデッドがつくと回復がダメージになるから、事故を減らすには弱体対策が欲しいところだね。以降も特殊技を回復やパラディンで処理していきます。そして HP25% になると5フェルアークで種族かぶりの後ろのキャラを強制戦闘不能にします。サンプル編成だとここで皆無が落ちちゃうんだけどね。アレーティア以外の火力担当がいれば解決する問題ですね。これ以降は特殊技とパラダイスロストの処理だね。ここまでに解説していない要素としては、奥義発動で1万ダメージを受けるリンゴやアビシオーで味方とルシファーが回復するリンゴ、50% 以降は羽がアンデッドを付与してくる、この辺りが分かりにくいギミックですね。弱体対策と HP 回復がしっかりしてればどれも問題ないね。ここまでの説明で分かる通り、ある程度ギミックを無視しています。これは通常のマルチとして救援を出しても討伐成功率が高くなったためです。強い人も今は学べるのために救援で入ってきてくれるからね。これが全員ランク200前後の初中級者だと状況が全然変わるから、少なくとも自分は負けない編成にしておくのがポイントだね。改めてフルオートでの注意すべきポイントですが、週末のカウントダウンが減った時はフルオートを中止することも視野に入れておいてください。ログを見て強い人が動いてるなら自分が足を引っ張らないように立ち止まることも高難易度では必要なことだからね。ルシファーの特殊技で1人に強力な攻撃をすることがあります。これをパラディン以外で受けると HP が一気にかなり減るので、必要に応じて手動でポーションを使用してください。いわゆるフルオ放置はこの小回りができないから、相当自信がない限りは放置しない方がいいと思うよ。次に自発する時のポイントです。これはとにかく負けないことが大事だね。火力出せれば一番いいんだけど、それで早々に全滅したら救援できてくれた人に多少でも迷惑がかかるからね。気負いすぎて自発できないのはもったいないので、1ターンでも長く動ける編成を作ってフルオート中でも臨機応変に動けるようにする。これを意識するだけでも他の救援参加者は安心して参戦できると思います。救援に参加するポイントだけど、まず絶対やめてほしいのはワンパンして放置すること。6人マルチでこれやられると動いてる参戦者の負担が大きくなる。他の参戦者がどのくらいの戦力かわからないから、むやみに成功率を下げるような邪魔をしないでほしいな。自分もそうであるように、またそうであったように、特に初中級者のうちはこのルシファー HL1 回の成功で終末武器が5突にできるかどうかというかなり大きなポイントにいるはずです。ゲームを楽しんでいる他の人に水を差すような戦慮の遊び方は避けましょう。ルシファーの学べりなんてなくてもちゃんと遊べるゲームだから、手を出したらしまいまでやれってことだね。それは千と千尋の神隠しで千尋が裾渡りの仕事に手を出した時のかまじいのセリフだね。まあこれはブラブルを長くやってるのに初中級者を軽視する人に言いたいことなんだけどね。話を戻します。救援でも週末のカウントダウンには注意してください。自分が早々に負けてしまうと一気に6カウント進むことになります。特に前半と後半では出せる火力が違うから、前半に救援参加するなら耐久力が大事だよ。50% 以降に入ると火力が出せるから、多少は火力寄せの編成にしてもいいと思うけど、羽が残ってればダメか貫通の強力なパラダイスロストが飛んでくるから、結局のところいつ参戦しても耐久力は高い方がいいね。救援に入るなら自分の自発で負けなくなるくらいの強い編成が欲しいので、自発時に 50% を超えられなかったり、決まったポイントで必ず全滅するようであれば準備が足りていないため、救援に入っても週末のカウントダウンを進めるだけになります。自発者が明らかに強い人で日課をしてるだけなら参加するのもありだけど、それでも6カウント進めるだけだったりワンパン放置するようならさすがに迷惑になるから、今いけるコンテンツで地道に強化していこう。というわけでルシファー HL ダークラプチャーハードの初中級者向け解説でした。まずは失敗を恐れずに自発してほしいですが、耐久面は手厚く準備しておきましょう。ここからの時間は画面はリミブキリミキャラ入り編成で風属性のソロフルオートを流しながら動画本編とは関係ない話をしていくよ。ルシ HL の解説はここまでなので、特に興味のない人はここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高評価もよろしくね。ということで今回は久しぶりに長尺のグラブル解説動画だったけど、トウシさんの最近の動画制作の話から聞こうかな。まずはグラブルの動画を待ってくれていた人に心から感謝を。いつもアンケートに回答してくれる人、高評価を押してくれる人、チャンネル登録をしてくれる人、
通知ボタンを押して通知から動画を見てくれる人、特にアクションはしないけど毎回見に来てくれる人、いろんなスタイルの人がいて、今は見ていない人も含めて動画を作る原動力になってるよね。動画を作る原動力ね。それはここ数ヶ月の悩みでもあったね。それはグラブル自体が低迷してる時期なのもあるよね。 Google トレンドで見るとよくわかるんだけど、過去5年で見ても最低クラスの話題性のなさが続いてて、グラブルに関心を持ってる人が極端に少ないんだよね。関心を持ってる人が多いと、うちみたいな駆け出しのチャンネルでも YouTube がおすすめしてくれるんだけど、関心のある人の母数が少ないと、すでに育ってるチャンネルが優先されておすすめされるから、うちにたどり着く人がどうしても少なくなるね。つまりグラブルの動画を作れば作るほど誰にも見られない上に投稿数が少なくて YouTube におすすめされないチャンネルになっていくわけだね。そのあたりの詳しい話はまた別の動画で話すつもりだよね。もうざっくり台本は上がってるんだけど、先に今回のルシ HL 解説を作ったのはこないだのアンケートにもらったコメントのおかげだね。動画で紹介する許可をいただいたから、小太郎くん代読よろしく。不慣れな時、大人数マルチは自分が弱くてもきっと誰か倒してくれるだろうという安心感からちゃんと通えましたが、ルシ HL は6人しか参加できないのに自分なんか入って迷惑かけないからと不安でなかなか参加せずにいました。慣れてない人はそもそもどんな装備、何が必要でというのも分からず、そもそも何をすればいいのかも分からない。そんな中で人に迷惑をかけるんじゃないかという不安、むしろ恐怖から動けない、死ぬだけと分かっているが、それがデメリットになるのかもよくわからない。始発を出すことさえやっていいのかもわからないという感じだと思います。やらないとわからないですし、やることで力量や必要なものがわかることですが、初心者にとってる CHL、また少人数マルチって最初の壁だと思います。トーイさんのキャラ解説動画などとても大好きです。ごゆっくりご活動してくださいませ。という大変参考になるご意見と、しぼんでしまったグラブルの長尺動画へのモチベーションを再び呼び起こしてくれた大変ありがたいコメントをいただきました。この場を借りてコメントへのお返事をしたいと思います。まずいただいたご示唆は実感と共感を伴う納得感が凄まじかったです。どのようなジャンルであれ、初心者というのは自分自身が何がわからないのかわからない状態であり、メンター側はそれを知った上でわからないことを一つずつ潰して何がわからないのかわかる状態に引き上げる必要があります。うちのグラブル動画は何がわからないのかわからない初心者が何がわからないかわかるようになって、自分で情報を集められるようになったり、自分で編成を組めるようになることでグラブルを長く続けて遊んでもらいたい、そんな思いから初心者復帰者向けの解説を作っていました。今でも継続的に再生されてる過去の動画は少なからず役に立った人がいるって実感があるよね。ただ最近は再生数がかなり落ちて、長尺動画を作る時間でショート動画を作った方が効率よくなっちゃったんだよね。いろいろな事情があってね。そうは言ってもグラブルはちゃんとやってたので、ネタ探しをしつつも久しぶりに長尺動画を上げても再生されなかったらやる気なくしそうな状態でした。それは創作活動をする人の悩みだね。それでも解説動画のニーズが知りたくてアンケートを取ったのですが、1票を入れてくれる人がいて、コメントをくれる人がいて、そしてグラブル動画のスタンスを思い出させてくれたことで、それならと一番人気だったルシ HL を作ることにしました。このコメントもらってから動画制作に入るの早かったよね。作った方がいいテーマだとは思っていましたが、このコメントの力は凄まじくて、確かに初中級者にとって絶対に役に立つと確信させてくれました。そして作ってみたらとんでもなく長い動画になったわけだね。きっと忙しい人は自分でスキップしたリチャプターを使ってくれるはずだから、あくまでたくさん情報が必要な人、初中級者の目線に合わせて情報を詰め込んだ結果だね。今回のボリュームになったのは、コメントでいただいたご示唆が初心者は何がわからないかわからないを的確に指摘していて、できる限り情報は多い方がいいと考えた結果です。この動画を参考にしてルシ HL はもちろんだけど、他の高難易度マルチに挑戦するときに何を意識すればいいのか参考にしてもらえると嬉しいね。そして結びには応援と励ましのお言葉もいただいて、やっぱり言葉にしてもらえるとやる気が出るなと実感しました。これまで紹介していませんでしたが、メンバーシップに登録して応援してくれている人もいて、これからの活動を応援してくれていること、そしてそれを言葉やアクションにして届けてくれたことに改めて心からの感謝の気持ちでいっぱいです。いつも本当にありがとうございます。僕らはどうしても数字でしか見ている人の反応を知ることができなくて、再生数や高評価数だけがそのまま見た人の感想だと解釈するしかないんだよね。だから一件のコメントは何百の再生数に勝るパワーを持ってて、それを励みに次の動画は何を作ろうかなって思えるんだよね。ショート動画は数をたくさん出せるから再生数が励みになる機会が多くて、かなりモチベーションを維持しやすいよね。一
攻で長尺動画はとにかく1本作るのに時間が必要で、現時点で作り始めて7日目だね。作る時間を捻出するためにショート動画を作り置きしたり、相当稼働をかけてるから、再生数も高評価数も振るわなくて、コメントもなかったら、もう誰も見てないならグラブル動画は店じまいしようかって流れになるよね。かなり様子は見てるけど、グラブルが低迷から抜ける気配がなかったり、チャンネルへのいい影響がないと判断したら、グラブル動画は店じまいを検討しようとは常に思ってるね。なので今回のコメントは大変ありがたいもので、まだ初心者さんや中級者さんへできることがあるって思わせてくれたものでした。ご好評いただいたキャラ解説動画としては、新しいフェザーくんの解説動画は確実に作るので、ぜひご期待いただければ幸いです。とても熱くなるコメントありがとうございました。そして今後のグラブル動画だけど、さすがに再生数を無視して作るわけにはいかなくて、コンスタントに100再生を超えなくなったら他の動画シリーズのように更新はストックすると思います。もし参考になったり役に立ちそうだと思った時には、高評価で応援してもらえると、高評価の多さによっては YouTube が他の人に動画をおすすめしてくれる仕組みなので、できれば高評価ボタンを押すご協力をお願いします。そして一言でもいいのでコメントをいただけるとかなりモチベーションが保たれます。実はコメントがつくと YouTube がおすすめしてくれるきっかけになるので、古のコメントであるうぽつの一言でもとてもありがたいです。もし見たい動画とか知りたいことがあればリクエストをコメントしてくれると、次の動画を作るときにかなり意識するので、何でもコメントしてください。小太郎くんのセリフ読みが早いとか、あそこのイントネーションに違和感があるとか、本当に何でも大歓迎です。僕のセリフのイントネーションは時間をかければもっと綺麗になるんだよね。なるよ、なるけど全部直してたら倍の時間がかかるから、最低限の手直しにとどめてるよ。今回は結構手直ししたけど、僕のイントネーションはある程度多めに見てくれるとありがたいです。今回手間だったのはフルオートね。直さないとフルオートになっちゃうんだよね。フルオートとフルオートかなり手直ししたけど、直ってなかったらコメントしてね。僕たちは見てくれている人のために動画を作りたいので、低評価を押すだけじゃなくて、何が気に入らなかったのか言葉にして教えてもらえるととても助かります。実は低評価って何の参考にもならなくて、何が低評価なのかわからないから、コミュニケーションの一環なのか嫌がらせなのか判断がつかないんだよね。だからお手数をおかけして申し訳ないですが、低評価を押すなら一緒に何が低評価なのか教えてくださると、今後の参考になる有意義な低評価になります。見てくれている人とのコミュニケーションを経て、より多くの人が喜ぶ動画を作りたいので、何卒ご協力お願いします。さて、かなり長くなりましたが、また不定期ながらグラブルの長尺動画やショート動画も作るので、チャンネル登録と高評価、コメントで応援していただけると嬉しいです。風の武器編成動画も作りたいので、ぜひ応援お願いします。今回はここまで。次回へ続く。